オープンじゃーん。どうでしょうか。取るだけです。めちゃめちゃ簡単で、はめる時も。はつこチャンネル。皆さんこんばんは、はすこです。今日なんですけど、車中泊で実際に起こった世にも奇妙な話ではなくて、本当に実際に起こった体験談みたいなのをちょっと話せていけたらいいなと思います。っていうのも、そういう経験とかも踏まえつつ、車中泊グッズの装備をですね、新しく DIY していきたいなということで、そのちょっと DIY をする前に、ちょっとこういうことがあったしっていうことで一気にお話できたらいいなと思います。はい、なのでまず車中泊で怖い思いをしたことと、あと警察に捕まった話と、あと視聴者さんからのちょっと指摘とかでちょっと自分も感じたこととか話できればいいなと思います。はつこチャンネル。はい、まず怖い思いをしたことなんですけど、そのエピソードはちょっと一回動画でも話したことあって、でめちゃめちゃ恐怖だったっていうわけじゃないけど、シンプルに怖いなって思ったのが、田舎の道の駅、意外とヤンキーだったりちょっと不良っぽい方だったり暴走族の方が夜集会を開いていることがあるっていうことですね。山口の、ちょっと地方の田舎の道の駅で車内休憩しようかなって思った時に、もうびっくりするぐらいのバイクの数がいて、で旗とかね、いろいろ装備されていて、明らかにこれ普通じゃないなと思って、もうすぐ速攻帰りました。めちゃめちゃ危害があったとかもそういう話ではないですけど、ちょっとシンプルに怖かったです。場所の選択ですよね。でもさなかなか地元の人ならわかるけど、初めて行く土地の道の駅ってどういう道の駅かってわかんないと思うんですよ。難しいところではあるんですけど、ちょっと怪しいなとか思うことがあれば、はい、すぐ逃げましょうっていうのが一つと、めちゃめちゃ怖い思いをしてないんでちょっと薄いかもしれないんですけど、でもそこで何もなかったのは素早くね立ち去ったっていうのもあると思うし、そういうね場所があるよって知っておくだけでも違うと思うので、その怖い思いをしたことです。続いて警察に捕まったことなんですけど、捕まったって言っちゃうとすごい警察署まで行ってみたいなイメージだと思うんですけど、そうじゃなくて声をかけられたに近いかもしれないですね。それが2回ほどありまして、1回目は動画でもお話ししたんですけど、普通に走行していて特に別に違反とかも何もないんだけど、パッと多分パトカーが私のね車をちょっとパッて見た時にめちゃめちゃ荷物が乗ってるように見えて、そういう安全確認とかいろいろ運転免許証を見せたり、その後車を見せたりっていうことがありました。結局はしこチャンネルをちょっと知っている方だったので、ちょっとちょっと怪しいなって思うことはあったんですけど、そうじゃなかったとしてもちょっと荷物がいっぱい乗ってるような感じに見えたのかなっていうのがあって、物はいっぱい乗ってたりしたら意外と声をかけられるんだなっていうのが分かりました。別にね特にやましいことしないんで、別に警察の方に声をかけられても全然いいんですけど、かけられないならかけられない方がいいじゃないですか。なのでちょっと荷物とか結構やっぱ車中泊する方っていっぱい乗せると思うんですよ。収納を意識したりとか乗せすぎないようにするっていうのも大事かなと思います。あとですね、以前サウナをした時に河川敷みたいなところでやったんですけど、通報されたみたいで、一回そのサウナしてる時に警察が来ていろいろ話を聞かれたっていうことはありました。別にそこでじゃあサウナしちゃいけませんとかそういうことはなかったんですけど、一応通報があったので状況を確認に来ましたみたいなことがあってサウナっていうねちょっと特別な状況だったのっていうこともあったんですけど、サイドで何かやったりとかするときは本当にオートキャンプ場とかの方がいいなっていうのは思いました。
はい、そして、視聴者さんからの指摘でなんか車中泊の時に確かに気をつけた方がいいなって思うことが、車中泊している時に特に私なんですけど鍵をかけていないっていう防犯意識の低いところと、あと段ボールを窓を隠したりしてる時もあったんですけど、そういうのもやっぱりこう防犯意識が低くて何かそういうのに巻き込まれやすくなるんじゃないかなということでやめましょうっていうことですね。あとちょっとこれを今回ちょっと意識してやりたいなと思ったことがあって、これは自分で思ったんですけど、私今その車中泊する時カーテンを使ってるんですけど、カーテンだとね隙間から光がちょっと若干漏れるんですよ。で作った断熱シートとかを使って作ったりもしたんですけど、アルミの断熱シートなんで外が銀色なんですね。なので遠くから見るとめちゃめちゃ目立って、なんだかあの車なんか車中泊してそうっていうのがすぐ分かるっていうのがあって、不思議に思われちゃうのかなということで、今回は、目隠し用の遮光の目隠しシートを作っていきたいと思います。何回作んねんっていう話なんですけど、で、純正のやつとかね、結構通販とかであらかじめ作ってくれているやつとかあるんですけど、そういうやつで結構お値段が高くてですねこんなにするのって思っちゃって、そりゃあね、しっかりした生地で寸法も測られててはめればいいだけなんで簡単なんですけど、せっかくならちょっと自分で作ろうかなっていうことで今回は作っていきたいと思います。というわけで以前のね反省点を生かすために今回は新しい、素材を買ってきたので早速作っていきたいと思います。はい、素材がこちらになります。じゃあめちゃめちゃ大きいんですけど、こちらスーパービバホームで買ったなんか洋なんとかマットっていうやつです。これにした理由は型をかたどって、もう外はもうこれ入れるだけで遮光になりますし、でちょっとくるんと折れそうな素材なので、カチカチのねプラスチックのボード100均のやつを今まで使ってたんですけど、それだったらやっぱ収納する時に邪魔だったので、これだったらこうね結構柔らかめの生地でもあるので折りたたんだりできるんじゃないかなっていうところです。ちょっとそれはやってみないと分かんないんですけど、はい、まずこのマットが1つ目ですね。そしてこれの内側にやっぱ車内これだったら暗くなるので、ダイソーで買った、リメイクシートですね。はい、こちらこれはですねハスラーってちっちゃい窓があるんですよ。ちっちゃい窓用にこちらをつけて、で普通にサイドの窓にはこのウッド状のクッションシートっていうのを内側に貼っていこうと思います。1234566枚買いました。これがね防カビ保温効果衝撃吸収断熱効果とめっちゃいいなと思って、でお値段はね100均なんですけど、これは330円なんで1000円ぐらいかかりましたね、これで。はい、初子チャンネル。早速かたどっていきたいと思います。これはですねプラスチックのゴミ袋なんですよ。これを適当に裂いて大きくしました。で、ちょっとシワを伸ばしてでかたどっていくっていう感じですね。テープ留めなくてねいけるんじゃないかなって思います。多少ずれてもこの仕上げぐらい入るんじゃないかなっていう、いつものように適当ポリシーですね。マッキーでかたどっていきます。前回はね新聞紙でやったんですよ。悪くなかったんですけどね、一旦これでちょっとやっぱシワができちゃうからここずれるけどどうかな。でもね透明だからすごくねやりやすいですね。でいきます。私いつもねこういう時適当な性格なんで、こういう時だけ丁寧にしようと思ってもできないですね。
多少ね誤差があってもゴムで伸縮して入ってくれるんじゃないかなとは思っています。もうすでにまっすぐ切れてない気がするまっすぐ切れてないや。これ段ボールとかの方が良かったかな。段ボールだったら硬くてなかなか切れないから。じゃーん、こんな感じで型取れました。でこれを今から先ほどの黒いなんか洋なんとかに合わせて切っていきます。切ります。ラゲッジボードもね作んないといけないんですよね。結構やっぱ車中泊してると細かいところでなんかでねカーブがあるからねちょっとあれですよね。ちょっとここで一回こんな感じで切ってビニール袋のいいところでも悪い透明でねすごい分かりやすいんですけどシワとか動いちゃうからそういう面ではいいですよね。で一旦端まで切ってあと細かく切っていこうと思います。で今こんな感じですね。ただちっちゃかったら隙間がねできちゃうんでちょっとねはめてみたいと思います。いきまーす。でででん。おせーの。ちょっとここが余ったけど入る。ちょっとでも大きかったかな。入る。まあ、ちょっと気持ちこの辺がはみ出てるんでちょっと切っていくっていうぐらいかな。カッターでここはめっちゃ綺麗に切れてる。こんな感じで真っ暗ですね。本当に何もわからない。いいかも。これです。これなんて読むんですか？私ちょっと漢字苦手で。これなんだろうな。じゃーん、できました。どうでしょうか。いいんじゃないでしょうか。ここがねすっかりすっぽりはまったっていうのがめちゃめちゃ気持ちよかった。この辺りがちょっと若干の隙間あるんですけど、リメイクシートを貼るのでいいんじゃないかなっていうところですね。閉めてもこんな感じで開け閉めしてもね落ちてこないんですよ。初子チャンネル。なんとか埋まっているという感じですね。こんな感じで見えないですね。ちょっとね浮いてくるんですけど、リメイクシートを貼ったらいいかなと思います。ちょっとなんかきっちりしたい方にはおすすめできないかもしれないです。どうなるかわからんわ。結構ね分厚いからこれが切りにくい。じゃーん。ちょっとねはまると思ったんですけど少し隙間ができてしまったので、じゃん、こちら吸盤を使ってしっかり固定できるようにしていきたいと思います。でここにね穴があるんですよ。この割り箸で固定していきたいと思います。まずは吸盤を4個つけるのでこの割り箸を4等分にします。穴を開けます。よし、こんな感じですね。見えますか？こんな感じで吸盤を通すっていう感じですね。できました。これだとねちょっとスポスポ抜けちゃうので割り箸を通します。よいしょ。水針刺さりそうやな。よいしょ。こんな感じです。ここはね裏リメイクシートを貼るので隠れます。
じゃーん、4つ付け終わりました。というわけで、こちらにリメイクシートを貼っていきたいと思います。貼ったのがこちらです。じゃーん。お、それでは早速貼ってみたいと思います。リメイクシートがこう気持ちね大きめに切ることによってこうね外から見た時に隙間がないようにしています。そんなにこうデコボコには見えないし、まあ中はね私しか気にする人いないのでこれでいいんじゃないかなと思います。前の方なんですけど結構いい感じにできてすっぽりはまったんですね。前の方はいい感じにはまったのでこのままリメイクシートを貼っていきたいと思います。完成しました結構時間がかかってしまって作業に多分2時間ぐらいかかったんじゃないかなと思います。ただめちゃめちゃよく仕上がったので個人的には満足しています。それではこちらです。オープン。じゃーん。どうでしょうか。こんな感じです。まあ前はもともとあるサンシェードを使っていて、このねサイドのところはタイル状のリメイクシートにして、こちらはちょっとまた違ったねリメイクシートにしています。私の手で作ったのでやっぱプロではないですし、自分で作ってちょっとまあデコボコだったりするんですけど、まあ、全然気にならないですね。もうめちゃめちゃ白くて車内が明るくなったし、私的にはめちゃめちゃ気に入ってます。で外からじゃあ暗い時に見てどうなのかっていうのをちょっと次は見てみたいと思います。中は明るいままで、よいしょ、一旦閉めて電気を消してみます。じゃん。はい、今こうね中は明るいですね。うわー全然わかんないと思ったけど、まあちょっとちょっとここが明るいんですけど、まあでも真っ暗な方なんじゃないかなと思います。ちょっとねこの辺隙間が空いてるけど、でもね中が見えることは全くないです。はい、これも中のリメイクシートです。まあやっぱ若干ね素人が作ったんで若干の光の漏れはあるんですけど、まあほとんどわかんないっていう感じですね。ちょっと電気つけてみますね。中ね明るいんですけど、まあこちら側もこんな感じです。電灯とか周りが明るい場合はこんな感じですかね。はいというわけで、はい中がこんな感じになりました。覗くことはねこれでできないですし、あと外が結構ね暗く見えるのに中はめちゃめちゃ白くて可愛くなったんじゃないかなと思います。キャンピングカーのねこう内装に近いんじゃないかなと思います。また様子を見てその後の使用感だったり報告できたらいいな。まあちょっと収納が折りたためればちょっと場所取らなくていいなとは思ったんですけど、まあそこまで場所もねめちゃめちゃ取るわけではないかなということで、ちょっと一回取り外してみようと思います。取り外しは簡単ですね。これは吸盤をつけてないので本当にカパってねはめてるだけなんですよ。楽ですよね。でこっちはですね吸盤のところをですねこう
空気を入れてあげたら取れます。そうしたから、よし、こんな感じです。で、前は吸盤はつけていません。意外と綺麗にかたどれてすっぽりはまってるので、もうここから取るだけです。じゃあめちゃめちゃ簡単で、はめる時もこんな感じですね。で、まあ収納なんですけど、何かこういう風にした方がいいんじゃないかっていうアドバイスとか逆にあれば教えてもらえると嬉しいです。今ちょっとまとめて、ここの後ろにね置くのが、立てかけるのがいいんじゃないかなっていう風になりました。めちゃめちゃ場所を取るかって言われたら、まあそんなこともないので、しばらくはこれで様子を見ようと思います。はい、というわけで、2時間ぐらい作業がかかってしまいました。ちょっと本当途中で諦めそうになったんですけど、なんとか頑張って作れました。なので大事に使っていこうと思います。費用はそうですね、この黒いやつがそもそも2500円ぐらいで、100均でリメイクシートを買ったんで、まあ大体3600円ぐらいですかね。純正のを買ったら1万円から2万円なんで、まあもう3分の1ぐらいの価格で作れるんじゃないかなと思います。純正でかっこいいではあるんですけど、こういうね白いねリメイクシートとかは貼れないですし、可愛いさをちょっと出すならこういう DIY した方がいいんじゃないかなっていう風に思います。スーパービバホームめちゃめちゃ良かったです。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。